皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、北朝鮮による拉致問題について取り上げていきます。今回取り上げる理由は、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの父親、横田滋さんがお亡くなりになったからです。まずそのことについて、横田滋さんにご冥福をお祈りいたします。さて、北朝鮮による拉致問題についてですが、この問題は残念ながら全く進展が見られていません。ですから、一体この後どうすればよいのかというのが一つの焦点なわけですが、日本国内においては、安倍総理がずっと取り組んでいるにもかかわらず、この問題が進展しないことを批判している人たちがいます。今回はそのことについても私の考えなどを述べていこうと思います。それではまずは関連ニュースなどを見ていきましょう。横田めぐみさんの父、滋さん死去。初代家族会代表。昭和52年11月に北朝鮮に拉致された横田めぐみさん。拉致当時13歳の父親で、拉致被害者家族会の前代表、横田滋さんが5日午後、老衰のため川崎市内の病院で死去した。87歳。平成9年2月、めぐみさんが北朝鮮に拉致された疑いが産経新聞などで報じられ、国会でも取り上げられると翌3月、日本各地の被害者家族と共に家族会を結成し代表に就任。妻の早紀江さんと全国1300カ所以上で講演し、被害者奪還を訴える署名活動などにも尽力。救出運動の象徴的存在になった。19年9月に胆のうの摘出手術を受け、体調不良や高齢による体力面の不安から同11月に家族会代表を退任。その後も早紀江さんらと共に救出活動に積極的に取り組んでいたが、自身の怪我や体調不良から講演などは減少していた。30年4月にはパーキンソン症候群のため入院し、リハビリに取り組んでいた。徳島県で生まれ、北海道で育った。昭和39年10月、早紀江さんとの間に長女のめぐみさんが誕生した。日本銀行新潟支店に赴任していた52年11月15日、中学1年だっためぐみさんが帰宅途中に失踪。約20年後の平成9年1月、亡命した北朝鮮工作員の証言などから北朝鮮による拉致が確実視されるようになった。北朝鮮は14年9月の日朝首脳会談でめぐみさんの安否について死亡と説明したが、提供資料などには嘘や矛盾が数多く発覚。16年に遺骨として提供してきた骨も DNA 型鑑定で別人のものと判明し、日本政府は北朝鮮に被害者の帰国を求め続けている。この件について安倍総理はこのように語っています。横田滋さん死去、断腸の思い、申し訳ない思いでいっぱい。中学1年生の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの父親の横田滋さんが亡くなったことを受けて、安倍総理大臣は今夜、記者団に対し、総理大臣として未だにめぐみさんの帰国が実現できていないことは断腸の思いであり、申し訳ない思いでいっぱいだと述べました。この中で、安倍総理大臣は、本当に残念だ。ご冥福を心よりお祈り申し上げる。早紀江さんはじめ、ご遺族に心からお悔やみ申し上げたいと述べました。そして、2002年の10月に5人の拉致被害者が帰国した際のことに触れ、その場で写真を撮っていた滋さんの目から涙が流れていたことを今でも思い出す。あの場にめぐみさんがおられないこと、どんなにか残念で悔しい思いだったか、と述べました。その上で、滋さんが早紀江さんと共に、その手でめぐみさんを抱きしめることができる日が来るようにという思いで、今日まで全力を尽くしてきたが、総理大臣として未だに実現できないことは断腸の思いであり、本当に申し訳ない思いでいっぱいだ。めぐみさんをはじめ、拉致被害者の方々のふるさとへの帰還、帰国を実現するために、あらゆるチャンスを逃すことなく、果断に行動していかなければならないと述べました。また、安倍総理大臣は日朝首脳会談に向けた進捗状況について、様々な困難はあるが、何としても被害者の方々の帰国に向けて、政府として様々な動きを見逃すことなく、チャンスを捉えて果断に行動して実現していきたいと述べました。拉致被害者の救出を願うブルーリボンのバッジを身につけた安倍総理大臣は目に涙を浮かべながら、一言一言区切るように話していました。日本政府は北朝鮮に対して拉致被害者を返すように申し入れを行っています。しかし、そのことに対して北朝鮮は全く反応はしていません。そもそもこの問題というものは北朝鮮が圧倒的に悪いわけですが、日本政府の側が話し合いしか申し込みできないというのも非常に残念な点です。
ですから、例えば誰か別の人が首相であったならば問題が解決したのかといえば、私は安倍総理以外の誰がやったとしても結果は変わっていないだろうと考えています。なぜそのような考えるかといえば、そもそも日本の国家というものが抱えている欠陥がここに現れているからです。その例として言えるのが、憲法にしても法律にしても組織について言っても、世界が全て平和を求めている国々であったならば成立するような形になっているからです。そのために、例えば日本の自衛隊などについても、未だにこれは憲法違反の存在であるという人もいます。世界が平和ではないことは私たちは知っています。それは過去の歴史の話ではありません。確かに第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして第三次世界大戦は起こっていません。しかし、地域紛争などはありますし、テロリストなどについても未だ健在です。世界のあちこちで様々な思想に基づいてのテロ組織というものがいくらでもあります。そして、国家間の争いなどについても別になくなったわけではありません。今、米中の冷戦の向けての動きというものも激しく見られますし、年月は遡りますが、ロシアとウクライナの間にはクリミア半島をめぐる戦いがありました。ロシアはこれは国家による戦争ではないとしていますが、しかしクリミア半島は実質的にロシアに組み込まれています。これらのようなことを見れば、人間が人間である限り争いはなくならないと思っています。そして未来においても国家間の戦争というものは形は違ったとしても、あらゆる形で今後も発生し続けると思います。それは血の流れないようなサイバー戦争かもしれませんし、宇宙空間における戦いかもしれません。もしくは全くそのようなことではない、何か EMP 爆弾のような、一体誰が犯人かわからないような形で相手文明を滅ぼしにかかるような形かもしれません。そして生物化学兵器などの存在なども一つの戦争の形態として現れるかもしれません。そのように世界は全く平和ではないと私は考えているわけですが、それに対応していないというのが日本の大きな国家としての欠陥だと私は考えています。日本国憲法は非常に理想が高くあります。それは世界の国々の全てが平和を求めている国であることを前提とした文章になっているからです。しかし、現実日本の周りを見てみてください。例えばロシアにしても北朝鮮にしても中国にしてもどうでしょうか。また、同盟国であるアメリカで言ったとしても、私たちは味方であるから助かっているものがありますが、もしも敵対していたらどうでしょうか。少なくともアメリカは世界中に軍隊を派遣し、そして対テロ戦争なども行っています。対テロ戦争であれば日本は支持しやすいですし、それについて抗議する声というものも少ないわけですが、現実においては民間人の巻き添えによる死亡というものもたくさん起こっています。そして平和を求めるために人を殺すという行為がそれほど珍しくないということもここからはわかります。であればこそ日本が求める話し合いというのは全く効力がないことは皆さんもお分かりだと思います。北朝鮮の側にしてみれば話し合いをしなければ話し合いをするぞなどというのは全く脅しにも何にもなりません。例えば日本が経済制裁をしていることが意味があるかといえば、現実問題としてそれは経済成長を妨げる効果はあったとしても、北朝鮮の政治体制を崩壊させるような効果はありません。なぜならば北朝鮮の後ろ側には中国とロシアがいて、それによって貿易などが行われており、北朝鮮の名誉を立つような効果というものが日本の経済制裁にはないからです。だからといって日本が拉致被害者を返すためには我々は経済支援を行いますよというのでは、あたかも日本政府が身代金を払うようなもので、テロリスト国家に対して資金援助をするようなものです。ではどうすればいいかというと、日本の欠陥を直していくことが必要だと考えています。まず第一に、憲法や法律を修正する必要があります。日本の周りの国々というのは残念ながら危険な国です。ですから、そのことを前提として、危機管理に対応した憲法や法律にし直す必要があります。そして、そのような憲法や法律に基づいて作らなければならないものというのは、諜報機関と海外に連れ去られた人々を救出するための特殊部隊のようなものを作る必要があります。諜報機関がなければ、一体連れ去られた人々が今どうなっているのかという詳しい情報を得ることはできません。そして、たとえ情報を得たとしても、実行部隊がいないのであれば、その人々を救出するような軍事的な作戦というものは取ることができません。そして、そのように法律を用意して組織を用意したとしても、日本の国民で考えなければならないことがあります。そのような組織を作って活動した際に、その組織の人々の命が失われるという可能性は十分にあることを私たちは考えなければなりません。例えば、諜報組織がお金を使って現地に
スパイを作るというのは自分たちの命は安全ではありますが、十分な情報は得られないかもしれません。そのために現地に日本人のスパイが送り込まれて、そのためにその人が命を失う可能性があります。また、いざ救出するぞと言って特殊部隊を送り込んだとしても、何が起こってその現場において命を失うかはわかりません。そのような犠牲というものを日本人自身が受け入れられるかというのも一つ大きな問題です。では他の手はあるかというと、例えば民間軍事会社を日本で認めるという方向はありますが、実際にはかなり難しい話です。アメリカなどにおいては民間人が武器を持つということがある程度権利として認められていますが、日本においてはそのような権利は認められていません。それでは自衛隊に外人の傭兵部隊を作るかといえば、その点についてもかなり難しいでしょう。しかし、そのようなありとあらゆる障害を乗り越えて、そのようなものを持つということができれば、私は一つ外交のカードを持つことができると思います。このような軍事力を持つことが可能になる憲法、法律、組織、この全てが揃った時、初めて抑止力が生まれます。例えば北朝鮮がなぜ日本でこのようなことができたのかといえば、残念ながら北朝鮮に対する抑止力というのが日本になかったからです。日本国内でいくら活動したとしても、そのスパイが捕まることはない。そのような中においては、彼らは自由に活動することができ、そして拉致を実行することができたわけです。そして、拉致が発覚した後になっても、日本から何か軍事的な報復があるかといえば、ないことを彼らは最初から計算しています。ですから、日本が話し合いを求めたとしても、じゃあその話し合いを断ったとして一体何があるかといえば、その後にもまた話し合いの要求しかないと分かっているのであれば、全く怖くはないのです。ですから、軍事力を持つ、その軍事力を持つための憲法や法律を持っているというのは、そもそもそのようなものがあれば一つの抑止力として、北朝鮮の拉致問題などというものが最初から発生しなかった可能性すらあるのです。ただ残念ながら現実においてはこれは、今から言えばの話なので、今後の話として役立てるためにも、この軍事力というものを持っていた方が良いでしょう。一体なぜそのように考えるかといえば、北朝鮮の金正恩はトランプ大統領とは何回か会っています。一体それはなぜかということです。アメリカのトランプ大統領は北朝鮮に対する攻撃を行う可能性というものを持っています。それはなぜかといえば、アメリカには軍事力があり、その軍事力を他国に対して使うという過去、何度となくその実例があるからです。ですから、アメリカに睨まれた状態が長く続けば、それは自分自身の身の破滅をもたらすかもしれない。それは軍事力の行使によるものかもしれないという、ある意味、抑止力が働いているのです。実際に使われた軍事力ではなく、そのような軍事力が使われるかもしれないということが、一つの抑止力となって、金正恩はトランプ大統領と会うということを、これまで実際に行ってきたのです。このように国際政治というのは残念ながら力を背景とした上で話し合いを行う。その話し合いがうまくいかないということは、その後ろにある軍事力が行使されるかもしれないというのを一つの思考の中に組み込んでいるのです。このようなことができない日本というのは残念ながら話し合うぞというような意味不明な形になっているのです。ですから、安倍総理がどうこうというよりは、日本の欠陥であるこの問題を解決しない限りは、北朝鮮をなかなか動かすことはできないと思います。最後に一つだけ言っておきましょう。私は、軍事力を行使できるような憲法、法律、そして組織、諜報機関と特殊部隊などの話をしたわけですが、それを積極的に使えと言っているわけではありません。まず第一に、そのような体制を作ることによって、改めて、交渉するということが大事だと思っています。そして、そのような力を背景としたが交渉でも動かないのであれば、さあ使うぞという段階に入ってくるという意味です。何も軍事力というのは使うことを前提としているものではなく、使う可能性があることを相手に見せるだけでも、一つ可能性の扉を開くことができるのです。皆さんはこの件についてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。